48時間でバンコク周辺のこれら観光地を全制覇。実際に訪れてみて昔ながらの景色と近代的な街並みが楽しめる、その緩急の差がバンコクの魅力なのだと感じました。こちらの動画では各スポットの詳しい行き方や入場料、観光の所要時間などを詳しくお届けします。また電車の乗り方やグラブの料金、移動時間などもご案内。これからバンコクを旅行しようと思っている皆様の参考にきっとなるはず。タイ旅行を検討されている人はぜひ最後までご覧ください。またこちらのチャンネルでは宿泊したホテルやお店の情報、旅先での失敗談などを積極的に発信しています。旅好きの人はこれを機会にチャンネル登録をぜひお願いします。羽田空港の深夜便を利用して早朝のバンコクスワンナプーム国際空港に到着。看板の案内に従い入国審査エリアへ進みます。無事入国完了。短期の観光であればパスポート一つで入国できるタイは本当に楽です。市内に行く前に念のため両替を済ませておきましょう。スワンナプーム国際空港は発着ロビー付近の両替所だと手数料が高いのですが、ネットの情報だと地下にある鉄道駅付近の両替所ならレートが良いらしいとのことなので、そちらで両替をすることに。この動く歩道を進むと両替所エリアが見えてきました。3店舗あるのですが、私たちが訪れた際はどこも同じレート、一番列が空いている両替所でお願いしました。この日は2万円両替して4770バーツ。早速現金を使って市内へ向かう電車の切符を購入。終着駅のパヤタイ駅までで1人45バーツでした。切符はこのようにトークン型の形状。改札でタッチして入って降りる駅で返却して出る流れです。路線によってトークン型の切符がカード型だったりと違いはありますが、それ以外は電車の乗り方に変わりありません。電車の使いやすさもさすが観光立国タイといった感じでした。7時16分パヤタイ駅に到着。改札を出たところで眼下に今乗ったものとは別の電車が見えてきました。タイにやってきたんだなと旅情がくすぐられる光景にテンションが上がります。さて観光前に一度ホテルに荷物を預けましょう。場所はここから2キロほど。歩けない距離ではないですが初めての場所ということもあるのでグラブを手配することに。グラブは東南アジアでナンバーワンのシェアを誇る配車アプリ。日本にいるうちからスマホにアプリをダウンロードできますし、クレカも登録できます。現地の言葉がわからなくても行き先を伝えられる点、乗る前から料金がわかる点、現金払いではない点などから不要なトラブルが避けられるので便利です。東南アジアで旅行する際は使ってみることをお勧めします。103バーツでホテルに到着。今回宿泊するのはこちらのツインタワーズホテルさん。早朝ということもあってチェックインはできませんでしたが荷物を預かってもらいました。それでは早速観光に繰り出しましょう。バンコク観光の中でも王道といえばこちらのバンコク三大寺院巡り。ワットプラケオ、ワットポー、ワットアルンの3つの寺院はそれぞれ徒歩圏内にあり、これらを総括してバンコク三大寺院と言われています。グラブを手配して早速行ってみましょう。8時30分ワットプラケオに到着。ここと同じ入り口のような場所は複数あるのですが入れるのはここだけでした。チケットカウンター手前からこの景色、テンションが上がります。チケットは1人500バーツ、三大寺院の中では一番高額な入場料。 QR コードのチケットでゲートを越えてこれぞタイといった寺院とご対面。ワットプラケオは現在のタイ王朝チャクリー朝の始まりに建立された古国寺。そのためタイ王宮の敷地内に立っています。王宮に隣接する寺院ということもあるのか、その作りは絢爛豪華。建築的には複雑な彫刻、豊富な金箔、
色鮮やかなタイルから構成された美しい太陽式を体現しています。ワットプラ教は別名エメラルド寺院とも呼ばれています。その理由は寺院内に収められているエメラルドブッダに由来します。実はエメラルドではなく翡翠で作られているそう。非常に神聖視されており、敷地内は撮影禁止。強く祈ることで機運が上がると信じられているそうで、熱気がすごかったです。さて、隣接する太陽宮も外観のみですが観光が可能となっています。タイと西洋の建築様式が組み合わさった外観はワットプラ教のその造形とも違い、新鮮に感じました。こちらの王宮には現在王族の皆様は住まわれていないそうなのですが、大切な行事では使われるエリアでもあります。寺院同様敬意を持って観光しましょう。なおワットプラ教の観光時間は王宮と合わせてサクサク歩いて40分ほどでした。ゆっくり見て回ったとしても1時間と見積もっておけば大丈夫でしょう。9時17分、ワットポー入り口に到着。ワットポーといえば涅槃仏が有名ですが、入って早々その体が見て取れます。キャミソールや短パンなど肌の露出のある服装だと入れないようなので注意しましょう。なおチケットは1人300バーツでした。早速涅槃仏とご対面。高さは15メートル、全長は46メートルあり、14階から15階建てのビルが横になっているのと同じ大きさです。またその魅力は大きさだけではありません。足の裏には貝殻を研磨した装飾、螺鈿細工で仏教の宇宙観が示されており、とても美しいです。私たちも様々な国で涅槃仏を見てきましたが、この足の裏が一番美しいと感じました。実は涅槃仏よりも個人的に素敵だなと感じたのがご本尊のある本堂。入り口の警備員さんにカメラの持ち込みを確認。OK とのことでしたので撮影しました。お経と信者の皆様の祈りの様子は胸にグッとくるものがあります。ご本尊の台座には現在の王朝を築いたラーマ一世の遺骨が収められているそう。それもあって厳かな空気をまとっているのかもしれません。他にもワットポーといえば太古式マッサージが挙げられます。医療発展のため時の王様ラーマ3世がいろいろと研究をさせたことが後の太古式マッサージにつながっていったのだとか。そのことからワットポーは太古式マッサージの総本山とも呼ばれています。寺院の像もマッサージをしていますね。30分1000円、60分2000円程度で施術もしてくれるそう。私たちは受けませんでしたが、時間に余裕があればお願いしてみてはいかがでしょうか。ワットポーの観光時間はサクサク歩いて45分ほどでした。ある程度ゆっくり見て回って1時間。マッサージを受ける場合はそれに時間を追加すれば予定が組みやすいと思います。馴染みがあってホッとする。さて少し早いですが休憩も兼ねランチにしましょう。やってきたのはこちらのお店。ワットポーからも近く Google の星も 4.7 と高評価です。それでは早速入ってみましょう。店内もおしゃれな雰囲気。暑いでしょう、これで体を冷やしてねと氷の入ったボールを出してくれました。注文したのはこちらのパッタイ。もやしはシャキシャキ、麺は細麺、ピーナッツの風味が効いてとても美味しいです。器がパリパリで食べている途中から食感が変えられるのもグッド。辛くないのでタイ料理が怖い人も安心して食べられます。パッタイ2品でサービス料込み238バーツと料金もリーズナブル。バンコク最初のご飯がこのお店で良かったなと思えるくらいおすすめのお店です。バンコク三大寺院も残すところあと一つ、ワットアルンに向かいましょう。場所はご覧の通りチャオプラヤー川の対岸ということで船を使って渡ります。こちらのフェリー乗り場に行くと対岸まで5バーツとのこと。ちょうど船も来たところですので早々に乗り込みました。チャオプラヤー川とワットアルン、日本では見られない光景にまだついてもいないのにテンションが上がります。船は5分ほどで対岸に到着。ワットアルンに向かうのでした。一緒に船に乗ってきた人たちのお目当てはここワットアルン。そのため入り口は大混雑ですが、チケットカウンターの人の手際が良いのか全然待たずにチケットを買えました。入場料は200バーツ、三大寺院の中では一番安い料金となっています。チケット購入後入り口の人にスタンプを押してもらい入る流れとなるのですが、
このインクが強力で一晩経っても消えませんでした。押してもらう場所には注意しましょう。入ってすぐまずはワットワルンの本堂に続く道が現れます。こちらをまっすぐ進むと今までの2つの寺院とは趣の違う本堂が見えてきました。中はこのようになっています。ここワットワルンは現在の王朝の前から存在したそうなのですが、19世紀初め時の王様ラーマ2世が増改築を命じられたのだとか。そのためここのご本尊はラーマ2世に似せられているそうです。仏塔エリアに行ってみましょう。近くまで来て分かったのですが、どうやら仏塔には登れるよう。近づいてみるとその大きさと装飾の細かさが相まって圧巻です。階段はかなり急、気をつけて登りましょう。さすがに途中からは登れなくなっていました。てっぺんまでの高さは75メートル。ここから見ても迫力があります。観光の所要時間は3、40分ほど。まるで異世界に迷い込んだかのような景観は一見の価値ありです。ぜひ訪れてみましょう。さて、これでバンコク三大寺院を全て巡ったことになるのですが、私たちの場合ここまでの観光所要時間は3時間半でした。途中ランチ休憩を挟みましたが、きっと皆様が観光される際も休憩を挟むはず。そこに追加である程度余裕を持っておくとして、バンコク三大寺院の観光所要時間は4、5時間と考えておけばよいでしょう。ワットワルンを後にした私たちは緑色のガラスの仏塔が人気の寺院ワットパクナムに向かいました。ワットワルンからワットパクナムは直線距離にすると3キロちょっとしか離れていません。また調べてみるとそれぞれの寺院近くには駅があるので電車を使って行ってみることにしました。電車代は1人19バーツ。駅間も短いのであっという間にワットパクナムの最寄り駅に到着。このような小さい路地を抜けしばらく歩くと日本語も書かれた案内板が見えてきました。決して綺麗とは言えない川で遊ぶ子どもたちを眺めながら、もう少しだけ歩くと無事ワットパクナムに到着しました。この日は気温35度超えの酷暑ですが、木陰が気持ちいいです。そして駅からも見えた巨大な仏像と仏塔が出迎えてくれました。いざ緑ガラスの仏塔へ。入場料は無料。靴は脱いで上がります。最上階に到着。こちらが大人気の緑のガラス仏塔です。確かにとても綺麗。また他の場所ではあまり日本語を聞きませんでしたが、ここではちらほら聞こえてきます。やはり日本人に人気のようです。よく見ると一番上に誰かいます。お釈迦様なのでしょうか。詳しい人がいたらコメント欄からぜひ教えてください。ワットパクナムの見どころは仏塔だけではありません。こちらの大仏様は高さが69メートルあるのだとか。世界最大の座った大仏様だそうです。さて、ワットパクナムから直線距離で200メートルほどの場所にワットクンチャンという別の寺院があるそうなので行ってみましょう。ローカル感満載の路地を通り川を一本渡ると数分で無事到着しました。こちらの寺院はミャンマーの建築様式が採用されているそうで、仏像も独特な造形となっています。また本堂の作りも少し違うように感じます。これはこれで雰囲気がありますよね。ご本尊は少し控えめな LED ライトで装飾されていました。入場料は無料。観光の所要時間はワットパクナムと合わせて40分ほどでした。寺院巡りはここまで。次に向かったのはバンコク最大の商業施設アイコンサイアム。まずはグラブでワットパクナムの最寄り駅バンパイ駅まで戻ります。バンパイ駅からアイコンサイアムまでは直線距離で5キロほど。ここから電車で行く場合、バンワ駅まではブルーライン、そこからクリントンブリー駅まではシーロムライン、さらにそこからアイコンサイアムの最寄り駅チャルンナコーン駅まではゴールドラインを使って移動することになります。3つの路線を乗り継ぐ必要があるわけで、そう考えると素直にグラブで移動した方がコスパが良い気もしますが、せっかくなので現地の電車を使い倒したいと思います。
40分ほどでチャルンナコーン駅に到着。ちなみに電車代の合計は1人65バーツでした。改札を出るとすぐにアイコンサイアムの入り口となります。早速入ってみましょう。アイコンサイアムの地下は巨大な屋台市となっています。屋内にあるため外の屋台市よりも挑戦しやすいのがポイント。ただ夕飯にはまだ時間があるためスムージー屋さんを探そうと思います。こちらのお店で1つ70バーツのスムージーを注文。屋台市のエリアは混雑して席がなかったので飲みながら建物内を散策。少し時間を持て余してしまったので近くのタイ古式マッサージのお店に行くことにしました。訪れたのはこちらの長屋マッサージ。料金はオーソドックスなプランで60分450バーツでした。深夜便で入国したこともあり体はバキバキ。どれぐらいほぐれるか楽しみにしていたのですが、正直内容は可もなく不可もなく、タイ古式マッサージに体が慣れていなかっただけかもしれませんが、リピートはないかなと思いました。再びのアイコンサイアム。先ほどは上の階へ行かなかったので今度は登ってみましょう。地震の少ないインドシナ半島だからなせる技なのでしょうか。近未来的な吹き抜け構造がすごいです。実はここアイコンサイアムは日本企業大林組が手掛けた商業施設となります。それもあってか日本企業の出店がとても多いです。またそれだけではなく商品レイアウトの犬のモデルが柴犬だったのも印象的でした。上層階のレストランエリアでびっくりするものを発見。なんと人工の滝が流れていました。しかも水で模様を作りライティングしています。いつも流れているものでもないそうで見られてよかったです。無料の展望スペースがあったのでそちらも行ってみましょう。チャオプラヤー川越しにバンコク市内の摩天楼が視界に飛び込んできました。すごい形をしているあのビルは明日行く予定のマハナコーンタワー。バンコクで一番高いルーフトップエリアがあるということで今から楽しみです。アイコンサイアムの隣を見てみるとトタン屋根の家々が並んでいました。このグラデーションの差を目にできるのもある種のバンコクの魅力なのでしょう。時刻は午後5時55分。少し早いですが地下の屋台市で夕飯にしましょう。広大なスペースに所狭しと屋台がひしめき合っています。どれを食べようか見ているだけで楽しいです。選んだのはこちらの麺料理。注文後に炒めてくれるので安心です。こちらの揚げ餃子も注文。生演奏をしているテーブル近くを確保できたのでそちらで食べることに。麺料理はそれぞれ120バーツ、揚げ餃子は100バーツと少しお高め。味はお昼のお店の方が美味しいかなという感じでそこそこな印象。屋外の屋台よりも清潔な環境で食べられることに価値があると思うので、初めてバンコクで屋台ご飯にチャレンジするぞという人はぜひ一度訪れてみましょう。ホテルへ帰るためアイコンサイアムを出てみると噴水ショーが行われていました。通常18時半、20時、21時の計3回公演だそうです。タイミングが合えばせっかくなので見てみることをお勧めします。さて今いる場所はここアイコンサイアム。対して私たちのホテルは川の対岸にあります。橋を迂回するのも遠回りということでフェリーを使うことにしました。こちらがチケットカウンター。今いるのがここで対岸の N5 までチケットを買います。フェリー代は1人30バーツ。どこで乗ればいいか分からず係の人に聞いてみたところすぐ出港するらしく走れとのこと。 Okay. Yeah, right now. 別の係の人が船に手を挙げ止めてくれています。 Thank you. 無事乗船。皆さんの優しさに感謝です。フェリーは5分程度で目的の場所に到着。そこからグラブを使いホテルに戻ったのでした。ここで宿泊したホテルを紹介したいと思います。場所はこちらツインタワーズホテルさん。バンコク三大寺院エリアやアイコンサイアムまで 4,5 キロほどの場所にある老舗のホテルです。通常のツインのお部屋がこちら。テレビや冷蔵庫にドライヤーはもちろん作業用のデスクや椅子も完備。年季は入っているもののカビ臭さなどはなく不快な思いはしませんでした。水回りはこちら。バスタブにシャワーカーテンがあるので
体を洗っても洗面所が濡れずに済むのがグッド。ホテルの隣にはセブンイレブンもあるので、ちょっとした買い物にも困りません。この内容で1泊5700円ほどでした。バンコクでホテル探しに迷ったら皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。この日は朝8時20分から行動を開始。行き先は鉄道市場として有名なメークロン市場とダムヌンサドワック水上市場となります。それぞれバンコク市内からは80キロほど距離があり、クラブで行くと往復2000バーツ8000円以上かかります。そこで選択したのが日本語ツアー。予約したのはこちら。日本から予約し、当日はガイドさんにスマホでバウチャーを見せるだけ。予約方法は概要欄に載せておきますね。それではバスに乗って出発しましょう。一度トイレ休憩を挟み、10時50分メークロン市場に到着。こちらが市場の入り口。観光客用のカフェやお土産屋さんが続きます。それにしても人が多いです。しかも現地の人ではなく 100% 観光客の印象。両脇に椅子が置かれていますが、これ電車の通過まで座って待っていいよシートとなります。もちろん有料。場所によって値段は違うかもしれませんが、見たところ1席に10バーツでした。観光地してはいますが、生鮮食品も並んでいます。ガイドさんに聞いてみたところ、現地の人は早朝に市場を利用しているのだとか。近くにスーパーもあるのですが、まだまだ地元の台所として愛されているそうです。線路の上を歩き始めて10分、駅が見えてきました。そしてここが市場の終着地点。市場の中で電車を見るため引き返しましょう。どこからともなくアナウンスが流れ始めました。するとお店の人たちが日差しよけのテントを畳み始めます。アナウンスの中にはこのように日本語のものもありました。そして11時15分、ついに電車がやってきました。まさに目と鼻の先、ギリギリを通過。乗客も見たところ観光客がメイン。ガイドさん曰く、つい最近まで日本人向けにも乗車ツアーを用意していたのですが、エアコンがなくてひどい日は蒸し風呂状態。現地の人も利用するので基本座れないなどから、そのプランは取りやめになったそう。もし乗ったことがある人がいらっしゃいましたら、感想をコメント欄から教えていただけますと嬉しいです。間髪入れず先ほどの駅から折り返してくる電車が来るそう。別の場所から電車を待ち構えます。このままだと野菜が引かれそう。野菜の上を電車が通過していきます。日本では絶対見られない光景にテンションも上がります。最初は観光地したその様子に別に来なくてもよかったかなと思ってしまいましたが、生活に根付いたこの光景を目にしてやっぱり来てよかったなと思いました。ガイドさん曰く、タイ国内でも鉄道市場は現在ここだけのよう。バンコク市内から少し離れているものの十分に行ける距離にあります。日常では体験できない距離感やインパクトのある絵が撮れるなど、ここメークロン市場はバンコク観光をさらに充実させてくれました。タイに行く際は皆様もぜひ訪れてみましょう。メークロン市場に到着してから1時間10分で観光終了。次の場所に向かうのでした。メークロン市場から北に15キロほど、わずかに10分足らずでダムヌンサドワック水上市場に到着しました。着いて早々早速ボートに乗り込みます。参加したこちらのツアー、この日は日本人観光客が私たちだけだったため、英語ツアーのお客さんと一緒に移動していました。ということでボートも彼らと一緒に回ります。前に乗る滑腹の良いご夫婦が座り直すたびに揺れるボート。一抹の不安を感じながらも水上市場に向かうのでした。別のボートと激しいデッドヒートを繰り広げながら、ついに水上市場が見えてきました。ボートの上で商売をする人々、その光景は新鮮に映ります。ですが気になる点が一つ。とてもにぎわっていますが、買い物客は外国人観光客ばかり。現地の人は誰も買い物をしていません。
それもそのはず、ガイドさんに教えてもらったのですが、ここは観光地として開発された水上市場だそうですが、かつては周辺に160の運河が流れており、その生活の様子や文化を守るため作られた側面もあるそうです。運河とともに生活をしていた人々に思いを馳せながらボートに乗る、それもなかなかにおつなものではないでしょうか。ちなみに乗船中、無理やり商品を買わされるようなことはありませんでしたので、その点は安心してください。公衆トイレに犬がいた。午後1時、ボートから下船。ちょうどお昼時ですので、ご飯を食べに行きましょう。お目当てはボートヌードル。アユタヤに美味しいお店があるらしいのですが、今回はそちらには行けないので、せめて水上市場で食べようと心に決めていたのでした。その名の通り、船上で作られるからボートヌードル。お値段は1杯60バーツでした。肝心のお味はというと、もちもちの米麺に甘辛のスープが絡み、とても美味しかったです。この景色も相まってさらに美味しく感じたのかも。皆様もチャレンジしてみてはいかがでしょうか。1時50分、ツアーバスはバンコクへ出発。水上市場の観光時間はランチ込みで1時間30分でした。ツアーバスは3時40分、バンコク市内のシーロムラインナショナルスタジアム駅に到着。これをもって予約していた日本語ガイドツアーは全行程終了したのでした。ありがとうございました。次の目的地はマハナコーンタワー。昨日アイコンサイアムから見た奇抜な形をしたビルです。ツアーバスで降ろしてもらったナショナルスタジアム駅と同じシーロムラインのチョンノンシー駅が最寄り駅ということで、電車で向かいましょう。到着しました。マハナコーンタワー。電車代は1人32バーツでした。こちらのタワーの目玉の一つがマハナコーンスカイウォーク。300メートルを超える高さにある世界最大級のガラスの床。歩いてみるのが楽しみです。ビルの入り口手前でセキュリティチェック。チケットカウンターは大行列でした。入場料は日中990バーツ、夕方で1190バーツ。日本円にすると1人5000円を超えてきますが、バンコクの夜景も楽しみたかったので、私たちは夕方の方にしました。リュックなど大きな荷物はコインロッカーに預け、再びのセキュリティチェックを越え、エレベーターで上に上がるのでした。まずは屋内エリアに到着。ガラス越しでも十分に美しい景色が広がります。ですが、やはりお目当ては最上階。エスカレーターとエレベーターを乗り継いで早々に向かいます。到着しました。こちらが最上階のルーフトップエリア。地上は35度超えの炎天下ですが、ここまで上がると体感25度くらいまで涼しく感じます。早速スカイウォークに挑戦してみましょう。ガラスを保護するためシューズカバーを借りて歩きます。また同じくガラス保護のためスマホやカメラの持ち込みは NG でした。ガラスは映像で見るよりも透明度が高いです。私は大丈夫でしたが、夫はブルブル震えながら歩いていました。ルーフトップエリアにはさらに上の階があります。運が良ければソファーでくつろぎながらバンコクを一望できます。ですが、さすがにこの時間帯は人気なのか難しそう。私たちはこちらで日の入りを待ちました。チャオプラヤー川と昨日訪れたアイコンサイアム。雲がかかっていて綺麗な夕日は見えませんでしたが、街が徐々にライトアップされていく様子はとても綺麗。そしてこの夜景、時期によって変わってくるかもしれませんが、夕方のチケットでもこのように美しい夜景が楽しめました。お値段は少し高いですが、私たちは行って本当に良かったなと思っています。夕方のチケットは19時まで、時間も差し迫ってきましたので急いで降りましょう。この日最後に訪れたのはアジアティーク・ザ・リバーフロント。夕飯を食べるならここがいいよとガイドさんに教えてもらった場所です。アジアティーク・ザ・リバーフロントは1500以上の店舗とレストランが並ぶショッピングエリア。元は木材を扱うデンマークの企業があった場所だそうです。
1500以上のお店があるということで、スペースは広大。広さは東京ドーム 2.5 個分にもなるのだとか。いい意味でお店探しも一苦労。20分ほどさまよった先で見つけたこちらの勝利というお店で食べることにしました。注文したのはカオマンガイとライスヌードル、そしてガパオライス。ライスヌードルはピーナッツ風味の甘いスープにホロホロとほぐれる豚肉がいい感じ。カオマンガイはスープもご飯も鶏の出汁が効いてとても美味しいです。ガパオライスは他の2つと比べると特徴もなく、正直そこそこな印象でした。お腹もいっぱい。それではホテルに戻りましょう。21時25分、ホテルに帰還。明日は午前中からフライトの予定ということで、早めに就寝することにしました。午前6時前、ホテルをチェックアウト。次の目的地クアラルンプールに向かうため、ドンムアン空港へ出発します。市内から空港までは約30キロ。電車やバスでも行けるようなのですが、私たちはグラブを選択。渋滞を懸念しましたが、さすがに早朝とあって車の流れはスムーズ。30分ほどで到着しました。ちなみに市内から空港までは369バーツでした。私たちが乗るのは10時発の便ということで、時間にはかなり余裕があります。チェックインを済ませ、出国審査前のエリアでゆっくり朝食を楽しみ、無事出国審査を終え、特に遅延することもなくクアラルンプールに飛び立ったのでした。最後までご視聴ありがとうございました。ここまでの内容が皆様のお役に立てたなら幸いです。また励みになりますので、もしよろしければチャンネル登録やいいね、コメントをいただけますと嬉しいです。本日の内容は以上となります。それではまた次の動画でお会いしましょう。